皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。10月に入り気温も下がり日差しもだいぶ和らいできているので、庭の遮光カーテンはすべて外してみました。ビニールハウスの骨組みだけになってしまい、見た目はちょっと悪いんですけどね。これからたくさん太陽の光を浴びて可愛く紅葉してくれると嬉しいんですけどね。ここでまだまだ油断は禁物。10月11月の日差しでも葉が焦げてしまうことがあるので要注意です。特に遮光カーテンを外したばかりなので日差しには気を使っています。この日は曇り空でたまに日が差す程度。オーニングはすべて巻き上げています。朝から気持ちの良い風も吹き、多肉ごとがはかどります。この日は枯葉取り。だいぶ枯葉が溜まっていて、あっちにもこっちにも荒れ葉がたくさんついていました。この枯葉取り、実は大好きな私。多肉の枯葉を取る時のカサカサ音と枯葉を取った後のすっきりとした気持ちよさ、この2つが最高なんですよね。この日も時間が経つのを忘れるほど必死になって枯葉取りしちゃいました。枯葉といえば夏に休眠中のドドランタリスも葉の周りは枯葉でいっぱいです。親株も枯葉に覆われていて枯葉を取りたいところですが、ここで枯葉を取ってしまうと子株もバラバラになりそうなので、ドドランタリスの枯葉はこのままそっとしておくことにします。はい、また多肉の枯葉取りに戻ってきました。ここで枯葉を取る時の注意点があります。気温もだいぶ下がってきたので多肉たちも動き出し、新芽が出ていたり脇芽が出ていたり、多肉たちも枯葉に隠れたところでしっかりと成長してくれているんです。でも枯葉を取るときにこの新芽や脇芽を傷つけてしまうことがあるので、枯葉を取るときにはそこら辺を十分に注意して枯葉を取るようにしましょう。なんて言っていますが、実は枯葉を取るときに一緒に脇芽をつまんで、せっかく頑張って成長してくれていた可愛い多肉ちゃんを傷つけてしまっていました。そして枯葉を取る際にポロッと落ちてしまった葉はそのまま脇に葉差ししておきます。ダメになってしまうことも多いんですけど、ここで芽が出ればラッキー。だいたいこうやって枯葉を取ったりしていると取れてしまう葉もたくさんあるので、その時は捨てずに葉差しに使ってみてくださいね。そうそう、ここでちょっと愚痴ってもいいですか？実は10月の初めの暑い日にお隣さんにちょっとお裾分けを持って行ってお茶をいただいて帰ってきてみると、庭多肉の様子がなんだかおかしくって、あれ？なんで玄関が濡れてるんだろう。脚立まで濡れてる。最初は雨でも降ったのかと思っていたんですが、オーニングを下ろしている奥まで濡れているので、どうも様子がおかしかったんですよね。どうやら多肉に勝手に水をあげている人がいたみたいで、これには正直驚いてしまいました。人の庭で勝手に水やりするなんて。しかも多肉です。普通の植物とはちょっと違うんですよね。涼しくなってから水やりをしようと思い、あと1週間水やりを我慢していたのに、そこに暑い真っ昼間に水やりをされて多肉がたくさんダメになってしまいました。多肉棚の一番上で蒸れている子、葉がじゅれて
ドロドロに溶けている子。見ているだけで悲しくなりました。皆さんのご近所さんにはそんな方いないと思いますが、悲しい事件のお知らせでした。この日は朝から多肉ごととやることもたくさんあり、その中の一つが玄米の精米。我が家は玄米で30キロいつも購入しているんですが、これを毎週1週間分精米して冷蔵庫で保管しているんです。しかもこの精米機とっても優秀で、2分づきから8分づき、胚芽米、白米、無洗米にも精米できるんです。自分に合った精米方法で精米を選べるのもとっても嬉しいんですよね。ちなみに我が家は8分づき。この8分づきで精米したお米に胚芽米を少し足して使っています。そして精米した時に出たこのぬかは多肉の土に混ぜたり野菜の土に混ぜたりして使っています。岩田肉も色づき始め、マディバやルエラも可愛く紅葉してきています。そして隣のトレーのこのアガベ、多分笹の雪かな、お友達にいただいた子なんですが、小かぶちゃんがたくさんこぶいていました。ルノーディーンも少し場所を移動して様子を見ているところです。今のところは大丈夫そうですね。でもルノーディーンの枯れ葉を取るのはちょっと勇気がいるんですよね。今年のモンローさんは本当に可愛くて、むっちりとした葉がピンク色に色づいてきました。そしてこのエレガンスハイブリッド、夏には下葉がじゅれて一回り小さくなってしまいましたが、可愛くなってきました。そして寝ていたはずのかりんちょさん、どうやら精米機の音で目が覚めてしまったよう。ちょっとプルプル震えているのは怖かったのかな。お詫びにおやつをあげてもぐもぐタイム。かりんちょさんは大好きなおやつが目の前にあっても自分からは口を開けません。なので母に口を開けてもらっておやつを食べるんです。かりんちょさんがおやつを食べ終わったので、また庭に出て今度は寄せ植えの仕立て直しをしています。今年の夏は本当に今まで以上に多肉をダメにしてしまい、もちろん寄せ植えたちもボロボロになってしまいました。今回はすべての寄せ植えを解体して残った多肉を使ってまた寄せ植えし直しています。この鉢に見覚えのある方も多いんじゃないかな。実はこの鉢はリエールさんの寄せ植え教室で使われている鉢なんですよね。私も初めてリエールさんの寄せ植え教室に参加した時にこの鉢で寄せ植えを作りました。リエールパパさんもゆかさんもとってもいい方で、楽しい時間はあっという間。またいつかリエールさんの寄せ植え教室に参加したいなって思っています。寄せ植えは多肉を植えるバランスが大事なので、鉢を回しながら全体を見て空いているスペースにセダムを植え込んでいきます。寄せ植えは意外と隙間を埋める最後のこのちまちま作業が一番時間がかかるんですよね。最後に両手で多肉をぐっと押さえて固定させて、これで寄せ植えの完成です。はい、ということで今日の動画は多肉の枯れ葉取りからナチュラルライフは精米の様子、そして寄せ植えを仕立て直ししていきました。いかがだったでしょうか。そういえば寄せ植えは全部解体しましたなんて言ってましたが、このロング鉢と鳥かごの寄せ植えはまだ解体していないので、これも解体して仕立て直しをしていく予定です。この動画が良かったなって思っていただけたら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは
次の動画でお会いしましょう。またね。